旅行するならどこに行きたい？どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年42号、ワンピース最新話、1092話、暴君クマ聖地暴走事件を考察します。この1092話は考えることが盛りだくさんです。クマの目的とは何か？クマの目的地とはどこか？鉄の巨人とニカの関係とは？ 200 年前の鉄の巨人の目的とは？一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まずはいつものように話数の理論を考えましょう。1092話の類似話数は92話と192話です。92話ではこれまでの倍の加速距離を加えてシャークオンダーツ。一方1092話はこれまでの倍の加速を加えてキザルが光の蹴り技でルフィを攻撃する。加速は力。次に192話ではナミのイカズチ。一方1092話ではキザルの光。そんな1092話の反転話数も考えましょう。1092話をひっくり返すと291話ここにいる。291話では月の民カルガラが鐘を鳴らして君を待つ。鐘の音です。すると1092話は心臓の音。ニカルフィの心臓の音に鉄の巨人が応答している。音に応答している。これが1092話の話数の語呂合わせ一つ目。0を前につけて応答ここにいる。応答ここにいる。9は9つなのでここと読みます。応答ここにいるとなると291話の話数の語呂合わせはニカの人。ニカの人でしょうか？ 291 話と太陽の神ニカのつながりは1年半前にも考えました。こちらです。ここで重要なのは291話ここにいるです。前回の動画では561話の語呂合わせはゴムの人だと考えました。561話の扉絵でルフィはひっくり返っており、さらに本編でルフィはミホークからその場にいる者たちを味方につけるというルフィの恐るべき力について語られています。そしてこちらの動画ではデジタル表記の56をひっくり返すと29になると考えました。その重要な291話の語呂合わせは憎い。シャンディアたちの大事な身寄り木を切ったノーランドをカルガラが憎んでいますが、291話の扉絵は極秘情報ですから、291話の隠し語呂合わせはニカの人。290太陽の神ニカのように槍を手に持って走るカルガラが描かれています。つまり400年前のカルガラは太陽の神ニカのヒントキャラ。800年前の太陽の神ニカはおそらくジョイボーイ。そして現在の太陽の神ニカとジョイボーイの再来がルフィでしょうか？ 291 話のカルガラは太陽の神ニカのヒントキャラか。そして1092話には太陽の神ニカが登場。そこから鉄の巨人にもつながりそうですが、こちらはまた後で考えましょう。以上が1092話の話数の理論一つなぎです。続いては本編の流れを考察しましょう。1092話のスタートは1日前、聖地で暴れる暴君クマ。しかしクマの目的はマリージョアではなかった。さらにどこかへ行こうとしている。そんな暴れるクマの前に現れたのは赤犬杯。マグマ VS クマ。マグマとクマ。それを周りで見ているのは人間のクズ天竜人。これが1092話の話数の語呂合わせ2つ目。人はクズ。こちらの語呂合わせは2週間前に予想できました。食べ物も少ない、怪我もしたぞと赤犬杯を責め立てる人のクズ天竜人。ここで杯は冥語でクマを攻撃。クマの顔の右側がマグマで吹き飛ぶ。それはまるで左側の顔が吹き飛んだ白ひげのように。白ひげとクマのつながりはまた後で考えます。これが1092話の話数の語呂合わせ3つ目。火の傷でしょう。この語呂合わせは2週間前このように考えました。こちらです。1092話の語呂合わせは火の国、火の傷、研究図、敵図、テクニック、人はクズなどが考えられそうです。すると1092話では滅んだ国の話でしょうか？オハラもしくは800年前に滅んだ国の話。さらに火の傷が語呂合わせできるなら、僕はこちらの動画で謎の火の傷の男とは革命軍ドラゴンだと考えましたから、ベガバンクのもう一人の親友ドラゴンから連絡が来たら激アツです。そんな奇跡的な展開はほぼないでしょうが、
1092話に日の傷の男のかすかなヒントはあるかもしれません。2週間前、この1092話には火の傷の男のかすかなヒントが描かれると予想しました。それこそが顔と足に火の傷を負った熊なのか。熊はドラゴンと共に火の国オハラの意志を受けて革命軍を結成した男です。革命軍熊こそが火の傷の男のヒントキャラでしょう。火の傷を負った革命軍熊が火の傷の男ドラゴンのヒントキャラ。さらにもしかするとモンキー D ガープは青生地九山と戦いました。そしてモンキー D ルフィはキザルボルサリーノと戦っています。それならばモンキー D ドラゴンは赤犬杯と戦うのか。つまり赤犬杯と戦ったクマとその後赤犬杯と戦うドラゴンという風につながるかもしれません。それでは次にクマはなぜわざわざ仲間の革命軍が救ってくれたマリージョアに戻ってそして通過したのか。それはすでに10ヶ月前このように考えました。こちらです。なぜ自我がないクマが走り出したのか。それはおそらく愛する娘ボニーを守るための命令プログラムが入力されているからでしょう。これはサニー号を守ったクマと同じです。そのトリガーはおそらくボニーの失神でしょう。意識が突然途絶えた失神によってクマはその脳波を感知して走り出したと考えられます。天空の城ラピュタの壊れかけのロボット兵は真のラピュタ王シータを守るために動いていました。それはまるで町や人を守るユダヤのゴーレムのようにロボットにプログラムを入れておく。この話はおそらく200年前の鉄の巨人も同じではないでしょうか。つまり900年前に作られた鉄の巨人は人魚姫を守るようにプログラムされていた。クマはおそらくボニーの元へ向かっている。クマの脳内には娘のボニーを自動で守るようにプログラムされているのか。そんなクマはどこか遠くへ飛んでいきました。これは1092話の話数の語呂合わせ4つ目。遠くに。遠くにでしょう。そんなクマが飛んだ先とはもちろんエッグヘッド。ボニーを救うためにクマは来る。クマは革命軍と共に前半の海カマバッカにいましたが、そこから聖地を乗り越えて後半の海エッグヘッドに来る。それでは仮にクマがエッグヘッドに来るとしたらどんな役割があるのでしょうか。それはもちろん旅行するならどこへ行きたい。現在のエッグヘッド編はシャボンディ諸島とリンクしています。キザル、戦闘丸、クマ、そしてシャボン玉つながりです。となると、シャボンディ諸島でクマは麦わらの一味をバラバラにして飛ばして助けましたから、もしかするとエッグヘッドでクマは麦わらの一味を今度はみんな一緒にまとめてエルバフへ飛ばして逃がす。もちろんそれはボニーを助けるためでもある。シャボンディ諸島でサニーを守ったクマと、エッグヘッドではボニーを守るクマ。そんな表裏一体の展開があるかもしれません。場面は変わってルフィ VS キザル。ルフィはギアホース、スネークマンで攻撃中。しかしキザルは遠く天空へ舞い上がり、加速を加えて蹴る。これも語呂合わせ遠くに。さらに1092話の話数の語呂合わせ5つ目。天空に。天空にでしょう。天空に舞い上がったキザルの高速の蹴りにルフィはやはり眩しそうです。これは2週間前に考えたようにゴーグルが必要でしょう。そんなキザルの蹴りでラボのバリアー外へ吹っ飛ぶルフィ。ついでに夢の巨大ロボベガフォース1も破壊されてしまう。そんなキザルはボニーを見て大きくなったと懐かしみます。ボニーは子供の頃ベガバンクの元にいましたからキザルとも交流があったのでしょう。キザルはボニーに望み通りベガバンク抹殺命令が出たと言いますが、ボニーはもう狙うべき相手を変えたという。ボニーの狙うべき相手とは誰でしょうか。それはおそらく天竜人でしょう。天竜人は特殊な種族クマを子供の頃監禁していました。そんなボニーもキザルに蹴られてバリアーに直撃。一方ベガバンクはヨークが仕掛けたコードを解く。これが1092話の話数の語呂合わせ6つ目。解く分。解く分でしょう。しかしここで突然キザルが司令室に現れる。そしてさらに巨大化したニカルフィも急に現れてキザルをトムとジェリーのように手で掴む。掴まれたキザルはニカを知っている模様。この時ルフィはドンドットットドンドットット解放のドラムを鳴らしている。これに応答して鉄の巨人の目が光る。これが語呂合わせ応答ここにいる。すると天才ベガパンクでさえも実現できなかった古代のエネルギー鉄の巨人の動力とは音。
解放のドラム、音エネルギー、まさかの音力発電なのか。いや、しかし、エッグヘッドですでにルフィは、ルッチとの戦いにおいて、ニカの姿になっていました。鉄の巨人は200年前に動き出し、マリー・ジョアを襲っています。ニカが目覚めたのは800年ぶりですから、計算が合わない。鉄の巨人と太陽の神ニカことジョイボーイの関係は、10ヶ月前、このように考えました。こちらです。ロボットにプログラムを入れておく。この話はおそらく200年前の鉄の巨人も同じではないでしょうか。つまり900年前に作られた鉄の巨人は人魚姫を守るようにプログラムされていた。そのように考えると、例えば200年前、魚人差別は勢いを増して今後生まれてくる人魚姫の血統因子を持つ人物に危険が迫ったと考えられます。この時、鉄の巨人は動き出し、聖地マリージョアを襲った。そして、そんなものが存在することを知らなかった世界政府は慌てて、魚人たちが住む遊具王国を世界政府に加入させて、見せかけの友好を結んだ。そんな感じの物語ではないでしょうか。この仮説が正しいなら、900年前に鉄の巨人に人魚姫を守るようにプログラムを仕込んだ人物は誰でしょうか。それはおそらくジョイボーイでしょう。ジョイボーイは魚人島に約束を守れなかった謝罪文をポーネグリフに刻んで残していました。ジョイボーイことニカは800年前、鉄の巨人に魚人たちを守るようにプログラムをしたと考えました。だから1092話の扉絵は魚人のジンベエなのか。スクラップ上の鉄くず、鉄の巨人とはまさに人類の夢、巨大ロボです。これが目覚めてルフィが乗って戦うなら面白いのかもしれません。となると、2週間前考えたように、キザルは光の巨人を作って対抗するかもしれません。実体のないロギア系の覚醒とは、おそらく実体化だと考えていますから、キザルは光の巨人を作り出しそう。それこそが巨大な戦いなのか。そんな鉄の巨人のデザインは、鉄腕アトムのプルートゥーに似ている。いや、ルフィが乗るなら、巨神ゴーグのイメージか。そういえばスリラーバーグではルフィの影が魔人オーズの中に入って目覚めていましたから、鉄の巨人にルフィが乗る展開は十分ありそうです。以上です。続いては次号1093話の展開を話数の理論から読み解きましょう。1093話の類似話数は93話と193話です。93話は下へ参ります。ナミが監禁されていたアーロンパークを破壊してルフィはナミを解放する。すると1093話も引き続き解放の戦士ニカか。次に193話は理想郷、語呂合わせは戦。古代兵器プルトンを語るクロコダイルです。プルトンがアラバスタに眠っているというお話でした。それならば1093話では引き続きエッグヘッドに眠っていた鉄の巨人の話でしょうか。さらに1093話の反転話数も考えましょう。1093話をひっくり返すと391話、こちらもプルトンの話。続いて1093話の語呂合わせも考えましょう。1093話の話数の語呂合わせは取っ組み合い、手を組み、遠く見る、入れ込み、天の神、人の神などが考えられそうです。特に93神について語られそうか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。